はじめまして、建築情報学会育成委員のメンバーの石津優子です。本日はお忙しい中、セッションにお越しいただきありがとうございます。今回が初セッションとなります。本日は私、ホスト役に石津がセッション講師として広島工業大学の杉田先生をお迎えしてお送りしたいと思います。ですね、まずはじめに、このセッション何かってわからない方もいらっしゃるかもしれないので、セッション何かっていうところを手短にお伝えしたいと思います。私たち、建築情報学会の育成委員会は、杉田壮先生を育成委員長として、メンバーに私、石津と、谷口圭一郎先生、柳川健さん、稲坂昭義先生、山田聡先生の計6人で建築情報学会に関する学びの場を提供するという目的で日々活動しております。セッションはその活動の一つで定期的なテクニカルセッションを月2回のペースでお届けする予定です。内容は月ごとに担当の講師が考えてリレー式でセッションをつないでいけたらと企画しております。初歩的なラインのモデリングからシミュレーションデータビジュアリゼーションまでデータドリブンな設計プロセスを解説していきます。セッションという名の通りですね、ジャズのセッションのような形でアドリブを聞かせつつ、テクニカルにホットで役立つ情報を楽しくお送りしていけたらと思います。少し緊張してますけれども、それでは杉田先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。広島工業大学の杉田壮です。今日はですね、1時間ぐらいに、わたりまして、セッションの第1回といたしまして、ライノセラスを、使ったモデリングの紹介をしていこうと思います。もうここから始めちゃっていいかな？いいですね。大丈夫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、じゃあ、ちょっと画面共有します。出てますかね？出てます。大丈夫です。建築情報学会の育成委員ではですね、いくつかの活動を今やっておりますけれども、先日オープンした、ホームページの方ではラーニングインデックスというのがあります。あれはインターネット上にあるさまざまな映像の教材を、集めて、それをちゃんと整理した上で、いろんな人たちが独学で勉強できるような環境を、作っていこうという試みです。で、それに、対応するような形でこのセッションというのは、建築情報学会のオリジナルのコンテンツを作っていこうという、そういった流れなんですけれども、最初の半年間、さっき石津さんの方から紹介ありました、委員がバトンを渡す形で進めていきますけれども、ここは6ヶ月間の間で、いろいろな設計の流れをかいつまんで説明をすると、いうことをやってみようと思ってます。で、初回は一番もう簡単なところということで、ライノセラスで 3D のモデルを作ると。特に最初のボリュームモデルですね。それを敷地のモデルの中に置いて検討するようなことを、やってみようと思います。まだライノセラスだとか 3D キャドに触れたことのない人だとか、長い間モデリングをしたいなと思ってるんだけれども、なかなか勉強する時間が確保できていない人なんかに、見ていただけたらいいなと思って内容を整理してます。使えるとこんなことができるっていうことが分かっていただければ、ちょっと勉強してみようかなという形になると思いますので、そういった人たちにはいいかなと思います。簡単に私の経歴を説明いたしますけれども、もともと広島生まれで、高校まで、広島の高校に
きましたが、その後海外に、アメリカの方に行って、そこでインテリアデザインだとか、建築を学んで、実務も中国だとかアメリカの設計事務所で、やっておりました。で、今日紹介する、ライノセラスは、ここの真ん中の方にありますね。マットで働いてる時に僕も、使い始めて、非常に便利なツールだなっていうふうに、感じて、そこから結構どっぷり、ライノの良さにハマっていくというような感じです。今広島工業大学で、デジタルデザインを教えてますけれども、まずは最初にそのライノセラスとかグラスホッパーを1年生後期に教えております。そして、去年この、立ち上がりました建築情報学会では、常任理事として、このセッションをやってます。育成委員会の方を、担当してます。で、まずはですね、ライノとグラスホッパーが結構ごちゃ混ぜになっている場合が多いので、少し整理を、しようかなと思います。ライノ、グラスホッパー、ビムっていうこういった流れがありますので、まずその説明。で、ライノとグラスホッパーの使い分けのところ、それとライノとビム、これの違い。最初のパートはどちらかというと少し座学的な内容になってます。でその後、実際にモデルを、見てもらいながら、便利な使い方の紹介をして、最後どのぐらい時間が残ってるかわからないですけれども、いろいろなボリュームの作り方っていうのを、教えていきます。今回は非常に初歩的な内容になります。設計のどこに、ライノセラスを使うのかっていうのは、結構永遠のテーマかなとは思っていますけれども、私いろいろな考えの方いらっしゃると思いますが、私はこのライノ、グラスホッパー、ビームっていう流れが一番、それぞれの良さを引き出すことができるかなというふうに思ってます。グラスホッパーは、ライノセラスの上で動くプラグインですけれども、そのライノとグラスホッパーの特徴というのは非常に対照的だと思います。で、それぞれの特徴を理解した上で使い分けるということで、できることっていうのが非常に幅広くなります。なので、ライノだけとかグラスホッパーだけとか、そういう偏りはあまり、せずに、やっぱり両方の良さっていうのを、理解するぐらいまで使い込むと、できることっていうのが非常に多くなるなと思います。でイメージ的にはライノでざっくりしたモデルを作って、でそれで形の方向性が決まった段階でもう少し微調整をする段階でグラスホッパーっていうのが非常に生きてくるかなと。で、それライノグラスホッパーを行ったり来たりしながら、具体的に設計が進むに従って、本格的にビムに移行するというのが一般的な流れかなと思います。今回のこのセッションも、そういった意味ではライノでやるのが1回目、4月の私で、次石さんに、もうバトンタッチをしてグラスホッパーのところをやっていただいて、でその後、3番目誰だったっけ？谷口先生ですね。谷口先生、はい、谷口先生がシミュレーションを多分やってくれると思うので、まだそれはグラスホッパーかな。その、4番目に、柳川さんがビームに紹介してくれると思うので、まさにこの流れを、毎月紹介していくって形になると思います。ちょっと2つ、ライノとグラスホッパーの2つを紹介、対照的に見ていきますと、ライノはもうとにかく自由に 3D モデルを作るということができるソフトです。で、複雑な局面のモデリングも得意。非常にその複雑な局面の操作も簡単にできます。
であと、特徴的なのはやっぱりこうマウスで動かすのが非常にこう速いとか機敏な動きで、マウスモデルをこう動かすことができるので、まあそれ以外の 3D ソフトとして 3D Max だとか Maya だとか、いろいろなソフトありますけれども、僕一番しっくりきてるのがやっぱりライノセラスのこう表示の仕方かなと思います。で、3D の中だとなかなかこうスケール感覚が養えないっていう話はあるんですけれども、ライノを本当にこう自分の手のように使ってる人って多分模型と同じような感じでこう使っていて、いろいろな角度からこうモデルを見ながら、中に入ってる外に出たりっていうようなことを繰り返すことができる。それはもうある意味模型以上かなというふうに思います。あとはやっぱり中に人がいるとか家具を置いてることである程度の、スケール感覚っていうのは、そういったところで担保できると思います。そういった意味でライノセラスっていうのは、3D スケッチをするような感覚で、この後ちょっとモデリングもしますけれども、できるかなと。で一方グラスホッパーはこれはまた来月か石井さんが詳しく説明してくださると思いますけれども、モデリングの過程を記述していくというのがこれの特徴です。でその中身をこう書き換えることによってアウトプットがこうガラッと変わったりする。よく私も授業なんかではレシピって呼んでますけれども、カレー作るレシピを書いていて、それの人数が増えるんだったらその量を増やすとか、辛くするんだったら調味料を増やすとか、そのレシピがこのグラスホッパーのようなイメージになると思います。特定のモデルのためのプログラムを書いているという感覚に近いと思います。もうグラスホッパーを触ってる人から見たらもうおなじみのインターフェースだと思いますけれども、ライノセラスっていうのはこの左側の画面だけでこうモデリングを作っていきますが、グラスホッパーを使うときには右側でこうその過程を記述して、そこでこう作られる形っていうのが左側のライノセラスの方に表示されるというような、作業環境になります。次に、汎用性の高いライノと、建築に特化したビームですけれども、ライノはやっぱり建築だけではなくて他の分野でもいろいろと使われています。逆に建築で使われるようになったのは、最近のことで、その前はもっとこう船のデザインだとかプロダクトデザイナーがこう使うソフトとして人気がありました。形を作る上では大変使いやすくて汎用性が高いというのがこのライノの特徴。逆にBIM っていうのは建築に特化して開発されているソフトですので、図面を描く機能だとか集計表を作る機能というのが充実しています。これは逆にライノではできない部分ですので、ライノにするのか BIM にするのかっていう、そういったこう議論もあるんですけれども、これはやっぱりライノと BIM で初めて、それぞれの弱いところを補うことができるなというふうに考えています。ソフトの導入なんかを検討している中で、こういった情報が少しでも生かせれればいいかなというふうに思います。最初の一部分このぐらいでだいたい15分で終わりました。ありがとうございます。非常に分かりやすかったです。次行きましょうか。じゃあ、はい。じゃあ次に実際にモデリングをこう見てもらいながら、ボリュームの検討をどういうふうにするのかというようなところを説明していこうと思いますが、ちょっと実は先ほど僕直前にエイリアスを共有すればいいなと思いまして急にアップしました。はい。Google ドライブに、僕授業でいつも使ってるエイリアスです。
エイリアスはいはい。使ってる方多いと思いますけれども、非常にショートカットなんですね。うんうん。ライノでモデリングする際には、僕もこれかなり効率上がるだろうと思ってまして、僕の動画の中でもたびたびムーブは MO とかコピーは CO とか、そういったエイリアスのショートカットの情報を含めてます。で、それがないと、実はその CO をエンターでやると別のコマンドが走っちゃうので、この機会に僕使ってるエイリアスを今共有しました。この ありがとう QR ごコードでざいます。QR コードで、見てもらってもいいですし、はい。デ後で ジタルデザイ YouTube にも、ンのフォルダーに入れました。はい。はい。ありがとうございます。で、これは、ノイズアーキテクトの本のリストに入ってるやつとほぼ同じだと思います。で、特にですね、大学で教える、100人ぐらいの学生に教えるって言った時には、もうアイコンクリックさせるより絶対にエイリアスで指導した方がいいと思います。左側のこの上から何番目って言っても大体わかんないんで、ああ、なるほど、なるほど。そうだからコピーはじゃあ C をエンターを押しなさいとか、最初からもうエイリアスで、もう全部エイリアスで教えて全部エイます。リアスで、うん、皆さん揃えてるんですか？エイリアス研究室そうで全員てます。揃えて。なるほど。そうそう。設定の仕方は今ここに、スライドが出てますけれども、今もともとライノのデフォルトで入ってるものはもう全部消しちゃって、それで、インポートボタンを押して、今ダウンロードしたライノエリアス .txt っていうやつを選べば、100個のエリアスが入ってくると思います。多分100個だったと思う。で、ここで OK を押して、で、その後、もう一回下の OK、ここでキャンセルを押すと入らないんで、ここで OK した後、ここで OK を押せば、変わります。これ、よかったら、また後でもいいと思いますんで、はい。ぜひ活用してください。ありがとうございます。で、敷地の情報が、こんな状態である場合というのは、たくさんあると思います。最悪、地図の情報があって、それを、ちょっと待ってよ。地図の情報がもうある場合は、建物をポリラインでこうトレースするだけで、建物の輪郭っていうのはすぐにこうゲットできると思います。あと道路の線ですね。これ道路の線。ちょっと色変えましょうか。中にしよう。全部同じところ入ってんだ。黒でいいや。で、非常にライノ、ここから3次元にしていくのも簡単です。他のソフトでも、スケッチアップなんかでも簡単にできますけれども、普通にエクストルードして押し出しでこうボリュームを作っていけば、もうすぐに高さ情報だけでまずは箱が作れますので、例えばこれ、選んで EXT、これ僕のショートカットで機能するやつですけども EXT、それで、例えば5メートル5000ですね。下に出ちゃった。なんかおかしいですね。高さがちょっとおかしかったかも。高さ全部いっぺんに変えたいときには、セットポイントっていうコマンドがあります。これ今ちょうど出てきたので、たまたまですけど、説明しておきましょう。
僕のショートカットだと SP、セットポイント。で、ここで、Z 方向だけをチェックして、OK をします。で、高さは、原点の高さにしたいので、0、エンターをすれば、すべての今選んだものが原点にこう貼り付くという状態。便利ですね。SP。この辺はもう日頃の業務の中で多分いつも使う機能になると思います。これもすべて建物できたモデルですけれども、もう一回やってみようか。EXT、エンター。5000、あ、これ5メートルなのかな。ちょっと5メートルこっちか。高さがマイナスになっちゃう。すみません。で、あと、これよく僕使うやつですけど、このパースペクトビューでは、今この建物見えてるんだけど、ライトビューとかフロントビューでこう見えないとき、その時、ズームエクステンドっていうコマンドがあります。これは、レビットとかにもありますけれども、ズームエクステンドで、全表示ですね。で、これを選んだ状態で、今度はズームセレクト ZS にすると、選んでいるものが、全表示になると。なるほど、なるほど。で、あと、このズームセレクトは、ずっといろんなモデリングをこう、ズームイン、ズームアウトとかしてると、なんか、この回転がうまく回らなくなることがあるんですよね。で、あの時に何か一個こうものを選んで、で、ズームセレクトにすると、回転の中心がこれにこうリセットされるので、普段のマウスの使い方に戻ります。これもよく学生から質問出るやつ。先生、なんかうまくモデルが動かなくなりましたって。なるほど、なるほど。うん、素晴らしい。この短時間で SP、EXT、ZA、もう4コマンドですね。で、まあ、本当にこの簡単なボックスだけだったらもうその EXT だけで立ち上がります。で、もうちょっと全体のがありますので、まあそんな感じでこうざーっと作っていけば、もうこのぐらいの建物も多分1時間も必要ないですね。30分ぐらいで全部できると思います。で、まあいろんな角度からこう敷地を見ることできますし、これをこうサクサク動くっていうのがもう快感ですね。早いですね、描写が。これがやっぱり他のソフトだと結構難しい場合があるので、OK。で、OK です。もしも敷地にこう起伏があって、コンタで模型をこう作んないといけないというような場合、まあ、そういった場合もあると思います。それでもライノセラス非常に便利なツールで、例えばこういった地形のモデルが手に入るようであれば、これ模型を作りたい範囲をもう切り取った状態です。もともとすごい大きい3次元のデータでしたけれども、この範囲をモデルで作りたいって切り取った後これはメッシュですか？これメッシュデータですね。なるほど、なるほど。これメッシュデータです。で、じゃあこれの等高線を、書こうということになったら、使えるのはコンターっていうコマンドです。これ結構マヤとかでモデリングしてる人たちもこのコンターをするためだけにライノにモデルを持ってきてコンター使うって、言ってたので、
これ非常に便利ですね。で、コンターはショートカットコンターです。CONT かな。CONT、コントア。本当は。コントア。で、オブジェクト選択なので、こいつです。そして起点、これ一番下の点になるので、これも、原点ですね。で、他のソフトだと原点で0、カンマ0、カンマ0って入れないといけないんだけど、ライノはもう0だけで原点になるので、これも非常に好きですね。シンプルですね。シンプルです。今、モデルに対して原点ここなので、これを、今選んだ状態で、今度は垂直な方向になります。輪切りの直行する方向なので、シフトタブを押しながら上にロックをして、それでクリック。あとは、最後に、これで今どっち方向に輪切りにしていくのかっていうのが決まりましたので、あとは距離ですね。何ミリピッチで等高線を描くかというところで、今これも5メートルで設定をすると、モデルを輪切りになってますね。輪切りになってます。セレクトオールで、ちょっとレイヤーを変更しましょうか。そうすると、輪切りができましたね。こんな感じで輪切り。めちゃくちゃ簡単です。早いですね。2秒でしたね。2秒。でもしもこれ模型を作るのであれば、皆さんなんかオープンデスクとか行ってやったと思いますけど、2つの AB、AB、AB を重ねていけば、すぐにコンタがスチレンボードなんかで作れます。で、それもちょっとやってみましょうか。今これコンタ1に最初の5メートルのピッチを入れましたけど、次にコント02を作って、これ青にしましょうか。それで、原点から、1200の、2500のところで、書こうと思うので、ちょっと待ってください。これで2500のところを、まず印をつけて、さっきコンタが始まったのがここですので、次ここで、5メートルごとに割り切りしていくと、さっきのちょうど真ん中のところにも輪切りの線が入るということになります。ちょっと見てもらえば。よいしょ。さっきはここじゃったんですけれども、ここでクリック、上にロックして、で、方向を決める。方向はさっきと同じだけど、最初の基準が、少しさっきより高いということですね。なるほど、なるほど。で、5メートルで切っていくと、こんな感じ。そうすると、青と赤のもう線が2つできるので、これをレーザーカッターで切って重ねていけば、もうコンタはすぐにできると。もしもこれ平面で使う必要があれば、さっきもやりましたね。セットポイント SP。それで Z だけチェック入れて、原点0にしたら、こんな感じ。もうフラットな状態になるので、これで図面として使うっていうこともできると思います。なるほど。だからもちろん最初の 3D のモデルがあるかないかで随分違いますけれども、
ただ単に 3D を作るっていうだけではなくて、こんな感じで図面の等高線を作ったりだとか、そういったことにもかなり使えます。つまり3次元から 2D にする機能っていうのも充実してます。いや、すぐにこれでレーザーカッターがあれば、5分で敷地のモデルさえあれば、3D のモデルさえあれば、切り出しに取り掛かるデータがすぐに作れるっていうことが非常に便利そうだと分かりました。で、さっきのこのモデルですけど、これはい実は、見えるかな。一部しか見えない。こう 3D で敷地モデル作ってます。見えてます、見えてます、見えてます。背景撮った方がいいかな。背景撮った方が見えるかもしれないです。ね。背景、どうやって撮るんだ？これか。バーチャル画面。はい。なし。はい。そのまんま出てきてる感じが心地よいですね。だから、3D の、データをそのままもう出力を 3D プリンターでやってます。このぐらいの量だったら多分2晩ぐらいかな。なるほど、なるほど、なるほど。この敷地のところの道路のところは少しだけ下げてたりとかするんですか？そうですね。こんな感じ。なるほど。合板の、今合板の上に、キーボール、チップボードを切って貼ってる状態です。なるほど、なるほど。ちょっとスライドに。もともとやっぱ 3D プリンターって非常に高いイメージだったんですけれども、ここ数年本当に中国の 3D プリンターがどんどん出てきていて、価格も非常にもう10分の1ぐらいそうですよね。なってきてます。ちょっとスライド先に行くと、これ数日前にスクリーンショット撮りましたけれども、これ30センチ ×30 センチ ×30 センチの、3D プリンターで5万7千円。価格競争始まってますね。で光造形の方も、まだサイズはそんなに大きくないけど、3万5千円ぐらい。そうですね。光造形、特許が切れたから、価格が始まったみたいな話ですよね。すんごい、もう価格すごいですよね。崩壊してますね。昔そういうの一つ出すだけで100万ぐらいの 3D プリンターを買って、すごい小さな模型、これぐらいの模型を50万とかで出してた。記憶が懐かしい。ちょっと前ですよ、その話ってね。ちょっと前です。いやー、すごいですね。だから、これでやっぱり建築作るのはまだまだ先の話だと思いますけれども、いやでも、これをやっぱり学生さんは一人一台ぐらいのレベルですよね。パソコンと一緒に一人一台持って設計課題に取り組むみたいな話だと思います。海外の学生だと2つ3つ持ってるらしい。持ってますよね。同時に出して模型を作るっていうの。購入できちゃいますもんね。材料費含めて。だからなんかアルバイトを探すのもどんどん難しくなってるし、外注するのはそれはもっと高くなっちゃうんで、これやっぱインハウスで 3D プリンターを使って模型を作るっていうのはこれからもっと増えていくんじゃないかなというふうに思います。そうですよね。特に、アルバイトに今まで模型を頼んでいたところなんかは、頼む費用で考えたら導入 3D プリンターした方がよほど安いですよね。3D プリンターの、アルバイトの方は来るかもしれないですけど。模型バイトの仕方が変わりそうですよね。そうですね。そうなっていくと多分3次元で作ってることとかビームで設計してることっていうのがただ単に図面を描くためだとか3次元でパーツを描くためっていうだけではなくて、デジファブ使って模型作ることだとか、デジファブで本当に部材を作るとか、なんかそういったところに今後やっぱり必要性が
高まってくるのかなっていうふうに思いますね。なるほど、なるほど。はい。ここまでちょうど30分。おお、すごい。時間通りじゃないですか。ぴったしじゃないですか。すごいですね。ちょっと過ぎてるけど。石井さんは、はい。3D プリンターとかお仕事で使うことあります？仕事で使うこと、そうですね。ありますね。スタディ、まあ、使うというか、それ用の、模型用の 3D のモデルを作ったりとか、作り方をお教えしたりですとか、まあ、めちゃめちゃ大型の 3D プリンターの G コード書いたりとか、そういう、それすごい。そういうのをやったりとか、あんまり話せないやつだ。そうですね、話せないものですけど、いや、でも本当に 3D プリンターでその建設の大きいものを出すとしても、それを動かすのめちゃくちゃ大変なんで、それの動かす前にやっぱり 3D モデルで小さいモックアップみたいなのをすごい気軽に出したりとかしますね。なんで自分で出したりもしますし、DMM とか、いわゆるデータさえ出しちゃえば、物が送られてくるサービスなんかも使ったりとかして、3D プリント用のモデルを作ることはすごい多いですね。まあ、これだけやっぱり安くなると、これからどんどんこう使われていくかなっていうふうに思いますね。そうですね。大学なんかでももうちょっといろいろ使い方をこう研究して、指導していくことも必要かなと思ってます。カッターの使い方って昔すごく指導してもらった記憶があるんですけど、これからきっと大学でその 3D プリンターの使い方みたいな指導の授業とか、きっと模型の授業とかであったりするのかなっていうふうに。そうですね。まあ、我々も実はデジタルファブリケーションっていう授業をやってはいるけれども、3D プリンターの課題ってなかなかアウトプットできてなかったんですよね。だから60人ぐらいの規模の授業に対して 3D プリンター2台しかなかったから、確かに。本当に選ばれた学生だけこうなんかプリントするアウトプットするっていうそうですよね。だけどまあね、本当に2万円3万円の 3D プリンターであれば5台6台買って同時にこう動かしても、まあ結構現実的な話になってきてるかなと思います。OK です。ありがとうございます。で、なんかコメント来てますね。コメント来た。すみません、私。これはためになるって言ってくれてる。およかった。アーカイブ残りますでしょうか？はい、残ります。残ります。はい、1回目残ります。この説明するの忘れてました。後で説明します。はい。はい。で、最後のセッションに行きますか。ですね。はい。ですね、この後どうなってたっけ？はい。いろいろなボリュームの作り方ね。はい。まあ、ライノセラス非常にこう自由な形が作れるのが特徴ですけれども、と言ってもね、そんなにこう日本中の建築やってる人たちが複雑な形作ってるわけではなくて、いやうちはもういいんですよと、シンプルな形なんで、模型でいいですとかスケッチアップでいいですっていう人たちは多いと思うんですが、まあそのシンプルな形作るのもやっぱライノが一番早いんじゃないかなと僕は思っとって。まあ最もシンプルなコマンドとしてはもうこの押し出しがありますし、これも先ほど登場しました。EXT です、ショートカットは。はい。それとこれはもうちょっと飛ばします。あとはロフトですね。まあ、僕 MAD で
働いてた当時って言ってももう十何年も前だから今作ってるものとは随分違いますけれども、当時まだグラスホッパーない状態で、はい。ほとんどの形はもうロフトで作ってました。なるほど、なるほど。まさにこうロフトでできる形の建築ばっかしだったような感じもありますけれども、これもロフトで作ってんのかみたいな、はい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 。モデリングが多かったんですよね。で、複雑な形を作る上でも一番操作が、しやすい、コントロールがしやすいのがこのロフトかなというふうに思います。それはグラスホッパーにも直結した話で、まずはロフトを制することが、重要かなというふうに思います。で、もう一つは、先ほどの 3D プリンターの話にもつながってくるんですけれども、作ってるポリサーフェイスが開いてるのか閉じてるのかっていうのをやっぱり常に考えないといけないかなと思います。で、ここで言うこの開いたポリサーフェイスっていうのは完結していない状態のことで、どっかから水が漏れるような状態。で、それって、下が完全に蓋が下の面がなくてもうダダ漏れの状態と、面と面の間に 0.01 ミリ隙間があって漏れてる状態ってもう同じなんですね。なるほど。閉じてるか開いてるかっていう、もう白か黒かっていう話ですので、そこを、念頭に置いて、作ると。でないと 3D プリンターでのエラーになったりとか、環境シミュレーションとか、レンダリングでもエラーになること多いので、もう常に閉じたポリサーフェイスを扱っているというのを、意識的に皆さんやってもらいたいと思います。はい。ちょっとじゃあまたモデルに移動して、どっちに行こうかな。こっちに行きましょうか。エクストルードはさっきも、やりましたので、ちょっとロフトに行きましょうか。ね、はい。どんな形作るか、正直何も考えてなかったな。セッションなんだね。セッションなんだ。くねくねにしますか。くねくね作る人いないと思いますけど、あんまり。よいしょ。ちょっとおむすび型ぐらいにしましょう。ロフトは、よいしょ。ちょっと待ってください。クリックして、今これ見えにくいですね。これがあって、ちょっと待ってね。これロックしちゃうと、はい。レイヤー1個増やして、これロックしとこう。ちょっと待ってくださいね。レイヤー1個。はい。制御点ちょっと、あれなんでおい。失礼。普通に。いや、今日初めてライノ触るんですよ。そのパソコンで。いやいや、冗談なんだけどね。パソコン新しくしたのかと思いました。全然。もうね、パソコンが調子悪くてね、ずっと。OK。ちょっと、よいしょ。もうちょっと建築とは
関係ないような形になりますけれども、もうちょっときれいに書きたかったな。大丈夫ですよ。時間ないから。であとはですね、4つの画面で作業するっていうことにちょっと慣れないと、いけないと思います。例えば、今、僕これ、上に動かしましたけれども、はい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 。今は結構このカーソルを使って矢印使って数値入れる人が多いと思います。これも普通にこう X 方向だけに移動させるとか、そういった時にはこれがやっぱり一番便利かなというふうに思います。なるほど。ガムボールですね。ガムボール。ガムボールオンに。ちょっと待ってよ。スケールが90。こんな高いビルはないと思いますが、で、例えばここにこう2本線があって、ロフトはもうまさにこの線をつなぐ面を作るソフト、コマンドです。これこうクリックすると、ちょっとまず1回作りますけど、こんな感じでマット的なやつができちゃいます。で、例えば、もう一個、こう増やして、こいつもちょっと形を変えて、で、この3つを通る面を作るということになれば、もう下から順に、これ順番に選ぶっていうのはすごく重要なんですけど、順番に選んだら、3つを通る面を作ってくれます。で、最初にこの矢印が出てるのが、この、これから作る面のこのどういうのかな、視点というか、最初のこうエッジになるところなので、もしもこれを動かす必要があるんであれば、ここで調整をするといいと思います。よくあるのは、ここが結構揃ってなくて、例えば、こんなところになってると、作られる面がこうぐじゅってなっちゃうので、こういうトラブルの時にはちょっと線が悪いんですね。だから、線を調整するか、このシームの視点を、こうきれいに整えてあげると形が作られると。なるほど。で、あとはですね、例えばこれ開いた状態です。ここに書いてないですけれども、開いた状態なので、あとはこれ閉じたいなと思えば、コマンドでキャップをすれば、上と下が名前が変わりましたね。変わりました。閉じたソリッドポリサーフェイスになってます。もうこれ閉じた形なんで、3D プリンターで書き出すこともできるし、コンタで切ってもいいですね、さっきやった。なるほど。それから、これはあまり知られてないんですけれども、グラスホッパー的な使い方ができます。ここにヒストリーっていうのがあります。これグラスホッパーが出る前にはすごく便利で使ってる人多かったんですけれども、このヒストリーを記録っていうのを押すと、今からやるこう作業が記録されます。よくわかんないよね。先ほどの、状態だと、よいしょ。この線を通る面を作ったんですけれども、
はい。もうこの作られたサーフェイスとこの線はもう別物なんリンクですね。してない。リンクしてなるほど。ない状態。それは別にそれでもいいんですけれども、もしもこの形変えようと思ったら、はい。消して、そしてこのサーフェイスの元になってるこの線を調整して、なるほど、なるほど。またロフトで形作ってみて調整するっていうようなことがされます。グラスホッパーがあれば、使えるんであれば、この、グラスホッパーのモデルをこう作っちゃえば、追従する、ここの変更に追従するサーフェイスっていうのが作られるんですけれども、ちょっとそれができないという前提で、はい。ライノのみで。ライノのみでいくっていうんだったら、ヒストリーですね。ヒストリーを記録がオンになっていることを確認して、さっきと同じ作業をロフトでやると。もう同じです。さっきと同じ。で、ヒストリーも消えちゃってます。で、じゃあ今度これ動かすとどうなるかというと、追従してますね。モデルができるんですね。グラスホッパーいらずですね。グラスホッパーいらずです。こういった機能も、古い機能ではありますけれども、うまく使えば、グラスホッパーなくてもいろんなことできますので、かなり上に。そうですね。これ変えるだけでも形も変わったりとか。回したりとか。回したりだとか。スケールしたりとか。ですね。はい。いや、いいですね。こう、手元でぐるぐるやれるのって楽しいですよね。そうそう。結構グラスホッパーよりかは僕はもうこういう形で複雑な形は作る方がまだなんか感覚的にできるかなとは思います。そうですね。これに一個一個スライダーをっていう頂点ポイントにスライダーを入れて、微妙にミリで動かすみたいなことやるよりか、マウスで動かした方が自分の、なんていうんですかね、感覚に近いところにこう、形のスタディできますね。そうですよね。で、あとは何を話そうと思ってたっけ？あとはですね、スイープ。スイープですね。スイープね。でもスイープ使わんよね。あんまり。例えば今のロフトの上のエッジにちょっとふーってスイープしてみるとか。それはいいですね。視点が5点になってんな。よいしょ。ちょっと待ってよ。この線どこにある？回転してみようか。はい。回転しましたね。ちょっとこれに直行してないからあんまり綺麗じゃないけど、ちょっと整理しようか。これ直行に書く方法あるんでしょうね。そうですね。例えばフロントから書いちゃうとか、ライトから書いちゃう。でも線の上に書かにいけんでしょう。そうですね。線の。フロント、この辺にスナップして書くとか。そうですね。その辺にスナップするか。わかる人いるんだろうね。こういうことね。フロントで書いたやつをムーブで持ってっちゃうみたいな感じ。そうね。フロントでもあれか、別にこれに直行してるわけじゃないから。そう。そうですね。でも、誰かやり方わかるんだろうな。まあいいや。普通はこんなに複雑な曲線に多分書かないと思うので、手すりとかですね。手すりなんかを作るときには、ちょっと今作ってるモデルとは程遠いですけれども、スイープっていうのがあります。スイープは、スイープ1っていうのとスイープ2っていうのがあります。
スイープ1っていうのは、何かの断面が、パスに沿ってこう押し出されるんですけれども、そのパスが1本。ね、でスイープ2は、押し出されるそのパスが2本あるというやり方で、スイープ2の方が結構複雑なこう形の変化に追従できるようなやつになってます。今ちょっと1本しかないんで、もうスイープ1やりましょう。はい。ショートカットは僕のやつだと S1 です。S1。S1。で、レールを選択して、レールっていうのが今の僕が言ってたパスですね。はい。で、これが断面。で、エンター。そうすると、おの上に。ちょっとマッドな感じが。マッドなんかな、これ。よりマッドな感じが。卑猥な感じがする。卑猥な感じ。消しちゃおう。杉田先生の美的的にはちょっと合わなかった。ちょっと、はい。もうちょっとちゃんとモデリングすればよかったな。これ残るんでしょ？残りますけど、すごくいい感じですよ。本当？はい。そんな感じですね。はい、なんだったっけ。ラーニングインデックスの方にも、いろいろな動画を、アップしてます。ちょっと今紹介しましょうか。はい。ちょっと待ってよ。でもいいですね。今のスイープのやつとかをグラスホッパー版で、こう、断面を規定してっていうのは、そうね。今回のやつでヒントがいっぱい出てきました。かっこいいやつを。かっこいいやつ。ハードルが上がりました。今月オープンした、建築情報学会、アップデートした建築情報学会のホームページにラーニングインデックスっていうのがあります。これからどんどんまたリンクを増やしていこうと思いますが、もうすでにこうオンライン上に上がっているいろいろな映像教材を、ここで、キーワード別にこう閲覧できるというような、ページになってます。石井さんちょっと後ろの方になっちゃってるのかな。ちょっと後ろの方でひっそりと。ダイナモ。そうですね、ダイナモと AEC とジェルの C シャープ。ジェルのやつ。それからミートアップのやつも。はい。リンクが入ってますね。ありがとうございます。で、ライノセラスのところに行くと、私が上げてる動画に行けます。で、今日前半の方で話した敷地模型とかの話っていうのは、このライノセラスの応用のなるほど、ところに、入ってまして、はい。敷地の地図からトレースするとか、より詳しく見ていただければいいと思いますし、はい。ライノセラス入門の方に行くと、もうまさにそのロフトの使い方とか、スイープの使い方とかっていうのが入ってます。これ目次見てもらえれば、どっから見ればいいかっていうのは分かると思いますので、はい。もうしっかり見ていただければいいかなと思います。ありがとうございます。はい。漏れはないかな。漏れは大丈夫かな、ね、大丈夫かな大丈夫ですね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に短時間でギュッギュッと詰まった、いろいろな tips が聞けて、多分皆さん、なんていうんですかね、ライノをよく使う人も、こう、いろいろな気づきがあったんじゃないのかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。で次回の、予告なんですけど、次回はですね、22日、またこの同じ時間に9時からで、モデルを編集する、モデルをいろいろな角度で見る、グラスホッパーにシフト
することを考えるっていう、この T56 の章で、やっていきたいと思います。はい。はい。で、まあ、最後にちょっとコメントを拾いましょうかね。お願いします。たくさん来てます。学生に1人3D プリンター1台の時代は夢があるっていうコメントが、来ています。あとは、そうですね。囲碁の解説みたいな安定感があると。NHK と言われてますね。素晴らしいですね。オフィシャルな感じですね。で、会社の若い者にも見せたい。はい、ぜひ。ケアプログラム、いい掛け合い。こうやって知識がどんどん広がっていき、建築情報学会のモチベーション。いい地の流行はどんどん広げていきたいですね。年配の人にも見てもらいたいですね。そうですね。結構、なんていうんですかね、モデリングって若い人が使うっていうイメージあるんですけど、全然そんなことなくて、いろんなエンジニアの方も、すごい50代、60代の方もガンガンライノセラス使ってモデリングとかしてますし、多分今の業務にさっと入ってくるものではあると思うんですよね。慣れてくると。スケッチを描くような感覚で、手でスケッチ描くのと多分ほぼほぼ一緒なので、どの世代の人も絶対に使えるようになると思うので、あんまりその若い人のツールって思わずにやっていただけるといいのかなと思います。60歳の方教えたこともあるので、割と、なんていうんですかね、皆さんできますね。いや、僕ね、ニューヨークで、働いてる時に、健次郎っていう友達がいたんだけど、健次郎はラファエル・ビニョリのモデルメーカーだったんですよね。で、ビニョリ本人がライノでモデル作ってモデルメーカーにこう渡すんだっつって言ってて、なるほど、なるほど。いや、やっぱ巨匠はすごいなっつってその時思いましたね。いや、一番あれですもんね、こう、右左でこう松陰さんに言うよりか自分でこう引っ張った方がよっぽど自分の思い通りにいくっていう話なのかなと思います。作業じゃないので、クリエイティブなところになるので、そうですよね。よりそういうデザインをする方は、ぜひ使ってみていただければいいのではないかなと。よろしくお願いします。若い人たちも学生たちもしっかり頑張って。そうですね、若い人たちももう頑張ってもらいたい。ですね。はい。じゃあ、今日は、こんな感じで、で、ちなみになんですけど、このセッションの、説明のところで漏れてたんですけど、1回目、2回目、こういう感じで配信していきます。で、配信は、全員の方が見れるんですけれども、アーカイブに関しては、1回目のみ、YouTube のこのリンクに残って、2回目以降は、学会会員の方のみ、アーカイブを視聴できるっていう形ですよね。はい。なので、ぜひ、建築情報学会に、皆さん入ってください。でぜひ一緒にこういうセッションのリクエストもそうなんですけど、リクエストとかいただいたりとか、セッションしたいっていう人もぜひ、連絡をください。はい。それでは、今晩のセッションはこのような形で、ありがとうございます。再来週も楽しみにしていてください。はい。あと、最後にっていうのが多いけど、明日が、ミートアップ第2回目。そうです。ミートアップ第2回目もあるので。それから来週の月曜日が、何だったっけ、名前で忘れちゃった。学会イベントがもう1回あります。怒涛の1週間ですから、怒涛の1週間です。ぜひ皆さん見てください。ありがとうございました。